はじめまして、スモロバイトゥゲダーです。どうぞ。あ、これ取れんだ。4枚やで。なんか動いてる。目が大きくなってないから。今出てきた。これはちょっと俺に似合わないでしょ。こんな感じだよ。ずいぶん前からダンスミュージックですけど群を抜いてセンスいいなと思ってました。やっぱアジア人は特に西洋の音楽をうまく取り入れるのがあんまり上手じゃないなと昔から思ってて、そういうのが結構早い段階からねうまく取り入れてたので。あと歌がうまいですよね。歌うまい人が多いので、ずいぶん前から気にはしてました。でタトゥーを入れたりするようになってこっちのアーティストもやっぱうまい人多くて日本のもチェックしてますけどアートもやっぱ素晴らしいですよね。そういうのも含めて来る機会が多くなりましたね。来たらタトゥー入れて夜ご飯食べて飲んでって感じですかね。だから食事はすごい楽しみですね。いや今ナッコプセが好きでナッコプセとサンラッチでタコばっかりになっちゃうけど、基本的にはどれも好きでなんだっけ豚肉焼くやつサムギョプサルとか基本どれも好きですね。辛いのも好きだしキムチも好きだし、もう来たら食べるのいっぱいでね困ります。特になんだっけキッチンカーみたいなのがとか文化は他の国でも見たことないのでちょっと驚きです。文化はないですね。面白いしああいう独特なのってなるべく残してほしいなと思いますね。ああいうのがその国々の個性につながっていくと思う。お客さんももちろんすごく情熱的でね、来たのも久しぶりだったんだけどちゃんと盛り上がってくれて嬉しかったです。僕もさまざまなプロジェクトやってるので何度来てもね多分いろんな角度であれこれもハイドって感じで見てもらえると思います。こういう機会があるとすごく楽曲がね広がり方がやっぱ違うしやるたびにやってよかったなと思うし、いろんな方面にね音楽が届くっていうのはやっぱり効果的ですよね。こうやって出会いもあったしね、一人でやっちゃうとどうしても世界が狭まっちゃうんだけど、なるべくいろんな人とね交わった方がいいかなとは思います。ロックバンド見ててギター始めたのがきっかけですね。もともと僕は絵を描いてたんですけど
目があまり良くなくて色があんまりよくわからないのでちょっと未来に不安があったんですね。でも音楽と出会って音楽で色を表現すればいいってすごく切り替わってだから音楽にのめり込んでいきましたね。それからはでその大阪でラルク・アンシエルというバンドを作ってそこからはやっぱり今にして思うと展開が早かったですね。そこからはすごいねさっきおっしゃったように J-POP の J-ROCK の勢いも良かったのですごい盛り上がりましたけど、そこから2000年からソロを始めて2001年から2000年か始めて現在に至るって感じでしょうか。たくさんありますけどその中でもやっぱりマディソンスクエアガーデンをアジアで単独でやったのは初めてなのがラルク・アンシエルということでそこはなんか気合も入ったし、昔から知ってるアメリカで唯一知ってる大きな会場っていうのもあったし小さい頃からその会場だけは知ってたのでそこでやるってしかもアメリカの人を中心にお客様がいらっしゃる状況で、自分のそのやってきた音楽がどこまで通用するのかなと思って物珍しさで来るような人たちとかに対してなんか試験をなんかテストするような自分がテストを受けるような気持ちで挑んだのを覚えてますね。コンサート自体は大成功だったんですけど、やっぱそこはそう記憶に残ってますね。もともとラルク・アンシエルはなんかその海外からもファンレターも多かったのでそういうのもあったとは思うんですけどやっぱそうやって振り返った時に日本人はあんまり海外に行こうとしないなっていうことに気がついてなんでみんな世界に行かないんだろうっていうちょっとフラストレーションもありましたね。だから広がっていかないから音楽もやっぱりどんどんねガラパゴス化しちゃうというかそういう方向性があったので、もちろんそういう音楽があっていいんだけどもっと世界に通用するっていうコンテンツもあっていいじゃないですか。それがやっぱ足りないなと思いました。でも我々はそこは抜きにして日本と同じ活動を世界でしようっていうのがコンセプトでしたね。今もワールドツアー中ですけど久しぶりのねワールドツアーなんだけどもちゃんとお客さん来てくれてしかもねなんかちゃんと進化してるんですよね。それがやっぱりやっててよかったなと思いますしツアー自体ねやってよかったなと本当はちょっとビビってたんですけど来なかったらどうしよう忘れられてたらどうしようと思ってましたけどやっぱ日本ではどんどんハードになっててそのお客さんに対する要求も多くなっててねそれこそそのサークルと呼ばれるものだったりとかライブだったりとか結構激しいライブをすることになっててそういうのがやっぱり伝わっててねこれまでなかったお客さんのノリがどんどんそういう方向になっててあれちゃんとなんか進化してるなすごい盛り上がってますね。だからまた行きたいなともう南米が終わったんだけどまた行きたいなという気持ちになりましたね。本当はねこのツアーでもうしばらくまたないかなと思ってましたけど皆さんすごい可愛らしいのでまた来たいなっていう気持ちが増えました。今の気持ちとしてはもう次の作品を作らないとちょっと怒られるなと思ってるので次の作品はオーケストラを主体にした、前回のアルバムはとてもハードだったんですけど次は、少しジャジーで、室内音楽的な、雰囲気の作品を今作ってます。今はモードはそっちですね。今回の SSS も
もともとはそのジャジーなアルバムの中に入れようと思ってた曲で、それが、ちょっとノリが良かったので、こういうダンスミックスにすることによって、こんな素敵なアーティストに歌ってもらえたっていうのがやっぱり光栄なことですね。そういう流れもあって、今作ってるアルバム、これまでもいっぱい出してるんだけど、次のもね、そういうみんなに聴いてもらえるようなねアルバムを作ってるので、ぜひね聴いてほしいな。でもちょっと大人っぽいアルバムかなと思いますけど。はい、ハンガンにやってきました。なんか有名なね噴水ショーがあるらしいので、のんびりと歩いて行ってみようかな。Let's go。 いや、ない。ここがすごい、この川自体が韓国人にとってね、心の拠り所になってるような話は聞いてますね。よく歩きますよ。もう長距離行くのは車ですけど、それ以外は歩きですね。電車も乗らないし、基本的にはもうずっと歩きですね。普通だと2、30分ですね。で、本気出したらやっぱ1時間以上、1時間ぐらいかな。だいたい距離見て5キロぐらいだったら、どうだろう、歩くかなとか悩むとこだね。6キロ、地方とか行った時にね、川あるな、ホテルから見えたりすると歩いたりしますよ。本当だ、なんかやってる。Take care。よく言われますけど、もうだからもう天気予報でその日雨でも、俺の時は大丈夫だろうみたいな。俺がライブで出るときは多分雨は止むだろうなってもう思ってる。あれ、人にかかってる？違うよね。風によってはかかりそうな。いやー、人混みには来るけど、これ撮影するのはないね。すごい量だね。行かないね。あんま観光興味なくてね。なんか溜まってる仕事するね、オフの日は。久しぶりにね、韓国来れました。今回ね、Tomorrow by Together と、コラボですかっていうのもあって、彼らに初めて会えてね、とても可愛らしいね。可愛らしいけどすごい才能あって、僕の曲を歌ってくれるなんてすごい光栄ですね。あとはこの街、元気のある韓国、この川はね来たことなかったんですけど、この噴水見れて、まだやってる。とても良かったと思います。はい。これからはナコプセ食べて行きたいと思います。ありがとうございました。